私、春。30歳で芸能事務所勤務。おっかえり。ブリブリ左衛門、ブリブリブリ。夫と子供がいる普通のワーママなんだけど、ちょっとうちの家族は変わっている。まあまあ、ただいまでしょ。大人なんだからクレヨンしんちゃんの真似やめて。あんたは子供なんだからもっと子供らしくしたら。俺、体は子供でも頭脳は大人だから。名探偵コン、真実はかい。この子は私の息子、アルト。まだ8歳だけど、大人顔負けで頭がいい。おかえり、はるちゃん。この人は私の愛しい旦那さん、ナリくん。今日のご飯何？今日はハルとアルトが好きなハンバーグ。わーい、嬉しいぞ。ゾウおさん、ゾウおさん。ハンバーグが。真実はいつも一つ。二人とも喜んでくれてるんだね。クレヨンピーじゃニコリピー。騒がしい家族だぷんに。私の家が変わっているというのは、妻の私が外で働き、夫は主婦をしていること。でも主婦も今ではそんなに珍しくはないはず。ナリくんの方が几帳面で料理や掃除は得意だから、いい役割分担だと思っている。この方が我が家には合っているし、3人楽しく暮らしているのだが、おいしい。ピンポーン。あれ、誰か来たかな。こんばんは。来ちゃった？平日の夜にアポなし訪問？この人たちはナリくんの両親、つまり私の舅と姑だ。はるさんがこれ作ったの？これはナリくんが。あなた女なのに料理を夫にやらせているの？仕事をするのは勝手だけど家事もちゃんとやりなさい。母さん、うちは僕が主婦してはるちゃんは働くっていう役割分担なの。前にも話したよね。それがおかしいって言ってるのよ。どうしてナリが家事させられてるの？こんな嫁もらうんじゃなかった。おいおい、やめないか。ごめんな、はるさん。いえ。お父さんはいい人なんだけど、お母さんがな。姑は結婚当初から私のこと嫌っているらしく、いつもネチネチ文句を言われる。おばあちゃん、あっちで遊ぼう。ああ、アルト、かわいい子だね。あっちで遊ぼうね。でかしたクド。バロ、その名前で呼ぶんじゃねえよ。どういう意味？名探偵コナンにごっこ。いえ、こっちの話です。お構いなく。こんな感じでアルトに助けられながら、私はなんとか姑との関係を続けていた。結局夜遅くに帰った姑。その翌日の朝、もう昨日洗濯した服乾いてない。今日着たかったのに。まあまあ、乾燥機付き洗濯機買おうよ。あれ便利そうだよね。乾燥機付きならこんな風に乾いてなくて困ることもないし。せやかて工藤。パパも名探偵コナン5個乗るの？乾燥機付き洗濯機って30万くらいするんでしょ？高すぎるよ。大丈夫だよ。それくらい貯金あるし。アルトの進学費用がなくなっちゃうよ。それも大丈夫だって、この前投資で利益が100万円くらい出たからさ。そんなに？さすがアルト。数字に弱い私とナリくん、実は子供のアルトに親名義で投資をしてもらい、資産運用と家計管理をしてもらっているのだ。誰に似たのかな？数字にも強くて頭も良くて天才やなさ。真実はいつも一つ。こういうところは子供ね。じゃあ乾燥機付き洗濯機買っちゃおう。そうね。そろそろ仕事行かなきゃ。アルトも学校の用意してね。はーい。アルトまたスマホ？最近よく触っているけど何してるの？SNS だよ。SNS か。友達の投稿をいいねし合ったりしてるのかな。頭いいけれど、そういうところもまだまだ子供よね。そんなある日の晩、また姑の奇襲が。こんばんは。来たわよ。また夜にいきなり来た。母さんまた来たの？別にいいでしょ。あら、これ新しい洗濯機？また無駄遣いして。無駄遣いじゃないけど、さすがにアルトに投資を任せて利益が出て、なんて言えない。怒られそう。今日はハルさんにお願いがあって来たの。何ですか？実はね、私の好きな演歌歌手がこの近くの温泉宿でコンサートするのよ。それがどうした知らないし。連れてってくれる？それから途中で食べるお弁当も作って。はい？私料理は苦手なので、それならナリくんが。ダメよ、嫁のあんたが作るのよ。何言ってるのこの人は。私だって仕事で疲れてるのに。母さん、弁当は僕が作るから。はるちゃんは仕事で疲れているんだ。
あんたがそんな甘いからハルさんが調子に乗るのよ。私料理もできない嫁のこと身内とは認めないから。なんだその言い方。弁当作らないよ。はいはい、ハルさん、なりに免じて今日は許してあげる。でも温泉宿までは車で送ってね。それくらいできるわよね。はい。僕は穏便に済ますために送迎だけでもするしかないか。母さん、今日だけだからね。おばあちゃんってしょうもないね。行ってくるね。私は仕方なく姑を温泉宿に送ることにした。でね、私の好きな演歌歌手はカイリーくんっていうの。カイリ？そうよ、すんごくかっこいいの。声もいいしね。だからハルさん、開始時間に遅れないよう急いで。あんた料理もできないんだから、ちゃんと送迎くらいはやりなさい。我慢だ。まだ耐えられる。私は長女だから耐えられたけど、次女だったら耐えられなかった。気分にやっと着いた。カイリくん。私はなんとか姑を演歌歌手のコンサート会場まで連れて行った。その翌日、眠い。昨日お母さんに運転させられたからな。あれ、ハルさん。やっぱりハルさんだ。お久しぶりです。カイリくん、最近人気者みたいじゃない。とんでもない。新人時代ハルさんに見つけてもらい鍛えてもらったおかげですよ。この人は姑が好きだと言っていた演歌歌手のカイリくん。実は私知り合いなのだ。懐かしいね。2人でいろんな場所を回ってコンサートさせてもらうお願いしたりね。芸能事務所勤務の私。実はカイリくんを新人から育て上げたのは私だったりする。お母さんに言うと面倒だから黙っていたけどね。ハルさん、どうしたんですか？いや、なんでもないよ。ちょっと疲れてるんじゃないですか？仕事お忙しいですか？ちょっと親戚関係でいろいろあってね。そうですか。俺に何かできることがあったら言ってくださいね。なんたってハルさんは恩人ですから。いい心がけだ。胸を張って生きろ。はい。さっきのハルさん、煉獄さんのセリフかな。突っ込んだ方が良かったか。さすがに姑を懲らしめてなんてカイリくんに頼めるわけないしね。そんなこんなで年が暮れていき、いつの間にかお正月に。ハルちゃん、正月の帰省なんだけど。そうだね。なりくんの実家行こうか。ごめんね、いつも嫌な思いさせちゃって。いいの。お父さんもアルトの顔見たいもんね。出発お進行。出た、得意のクレヨンし兄ちゃん、無理にテンション上げてくれるね。ありがとう、ハル。正直姑と会うのは気が進まないけれど、アルトにとっては大切なおじいちゃんおばあちゃん。中でもお父さんは私にも優しいし、孫を会わせてあげたかった。そうして私たちはなりくんの実家にやってきた。嫌な予感がする。新一とこれっきりもう会えないような嫌な予感が。ハルちゃんごめんね。アルトはランちゃんの真似かな。ごめん、ついつい口に出ちゃった。俺もついついランの真似を。じゃあ入ろっか。明けましておめでとう。よく来たね。なりアルト、入って入って。私のことは無視かい。でもアルトもお父さんも嬉しそうだし来てよかったな。おじいちゃん、クレヨンしんにんちゃんって知ってる？ママその真似がすごくうまいんだ。何言ってんのアルト。ああ、そうなのか。ハルさん見せてくれ。お父さんも乗るんかい。でもな。ぜひ見たい。頼むよハルさん。仕方ないですね。いきまーす。ブリブリザイモンブリブリブリ最高。まったくはしたないわね。いやいや、面白いじゃないか。お前こそノリが悪いぞ。ほらわしもブリブリブリ。その時チャイムの音がピンポーン。誰か来た。すると機嫌の悪かったお母さんが急に笑顔に。そうそう、今日は高級寿司を出前しておいたのよ。受け取ってくるわね。座って待ってて。姑にしては気前がいいなぁとのんきに思っていたのだが。はい、これがお父さん、これがなり、これがアルト、これが私のね。姑が寿司を配ったが、どう見ても一人分足りなかった。ママのご飯は？他人に寿司はないわよ。他人って結婚して何年も経つのに。母さん、どうしてそんなことするんだ。
ハルちゃんは僕の大切な妻であり、アルトの母親だぞ。あら、だって料理もできない上に下品だし、とても嫁とは認められないわ。そんな人に寿司を食べさせる義務はないわよ。これまでもひどいこと言われてきたけど、子供の前でこんな仕打ちすることないじゃない。じゃあ俺もいらない。何言ってるの？アルトは食べていいのよ。でもわしもいらん。ハルさんだけをのけ者にするなんてできない。僕もいらない。っていうか、もう帰ろうかな。アルト、ナリ君とお父さんも。他人に同情なんかする必要ないわよ。微妙な雰囲気の中、玄関のチャイムの音が。ピンポーン。お客さんですかね。私出ますね。あ、どうも。カイリ君？一体誰？歌手のカイリ君？どうしてうちに？いや、ちょっと近くに来たので。私がファンだって知っててくれたの？ちょっと家に上がって。私のためにありがとう。テンション上がりすぎ。でもどうしてカイリ君が貴実家に？姑はパニックながらカイリ君を家にあげた。あなたのためではなく、ハルさんのために来たんですよね。は？ハルさんのため？どういうことよ？知り合いなの？いや、実はカイリ君は私が勤める芸能事務所でプロデュースしてるんですよね。そうなの？まずいわ。そうとは知らずハルさんをいびっちゃった。でもどうしてこんなところにわざわざ？俺が呼んだんだ。アルトが？会うのは初めましてだよね、カイリさん。君がアルトくんか。 SNS ではお世話になってたけど、会うのは初めてだね。アルトもカイリくんと知り合いなの？どうしておばあちゃんに教えてくれないのよ。教えたらこうやって大騒ぎするからだよ。待って、カイリ君がアルトにお世話になっている？アルト、SNS は友達とやっていたんじゃなかったの？いやいや、アルトくんは SNS で投資情報を発信していて大人気なんですよ。俺もアルトくんに個別にアドバイスしてもらったりしたんです。アルト、そんなことしてたの？自分の息子ながらすごい。まあね、俺だってこんなことでカイリさんに迷惑かけたくなかったけど、おばあちゃんがいつもママに嫌なことするのいい加減うんざりだったんだよね。好きな歌手にこのことを知られたらさすがに反省するかなと思って今回カイリさんを呼んだんだ。嫌なことだなんて違うのよ、カイリくん。アルトくんから全部聞いてます。ハルさんは俺の恩人。ハルさんを傷つける人は許せません。大切な娘さんじゃないんですか？わしに嫌われちゃった。もう僕の曲聴いてくれなくて結構です。そんな、あなたは私の生きがいなのに。やっと反省したみたいだね。でももう遅いから。何？もう母さんには付き合いきれないよ。これ以上ハルちゃんに辛い思いをさせられない。今日で親子の縁を切らせてくれ。なんですって？お父さん、なんとか言ってやって。いや、ナリの言うことはもっともだ。わしもお前とこれ以上夫婦関係を続けるのは無理だ。お父さんまで私を見放すの？ハルさん、今まで嫌な思いをさせてすまなかったね。わしは明るく楽しいハルさんが嫁に来てくれて本当に嬉しく思っているよ。お父さん。アルトはおばあちゃんのこと分かってくれるわよね？わかるわけないよ。ママの方が大事。今まで我慢してたけど本当はおばあちゃんのこと嫌い。嫌い？やだわ、みんな。今までのことはほんの冗談なのよ。本気にしちゃうなんてまったく。まだ言い逃れする気か。仕方ねえな。ほら、私の前にあるお寿司がハルさんの分なのよ。私はお腹いっぱいだったからいらないの。ほらハルさん、食べて食べて。ああ、動かさないで。写真撮るから。アルト？これが必殺嫁いびりか。何しているの？この写真に必殺嫁いびりって文章をつけて SNS で拡散するんだよ。拡散？俺こう見えてインフルエンサーだからすぐ広まると思うよ。広まるって本気じゃなかったって言ったじゃない。おばあちゃんはすぐそうやって言い訳するね。結局ママに謝ってもいないし。拡散してみんなに責められないと反省しないでしょ。ほら
もう誰かがこの投稿を見て電話かけてきたんじゃないかな。あアルさん、この通り許してください。あ、別に謝らなくてもいいですよ。だってなりくんと親子の縁切るんでしょ。そしたらもう他人ですしね。そんな。あなたは私に他人って最初に言ったんですけど。それにしてもアルトがインフルエンサーだったなんて、お前何者だ。江戸川アルト探偵さ。ちょいちょいいつも人を入れてくるところは子供だよね。せっかくのお正月、みんなで飲みましょう。アルトはジュースね。頭脳は大人なのに。アルトくん、俺美味しいジュース持ってきたからさ。みんな私を無視しないで。アルトが拡散した写真によって姑の悪事は近所にも知れ渡り、非難を受け遠巻きにされるなど大変な思いをしたらしい。その後、姑と姑の離婚が成立。なりくんも親子の縁を切ったため、姑と私は二度と会うことはなかった。こんなはずじゃ。風の噂で姑はカイリくんの追っかけという生きがいも周囲からの信頼も家族も全て失い、孤独に過ごしていると聞いた。知らんけど。おばあちゃん反省したかな。俺わざと身元がわかるように写真をあげたんだよね。恐ろしい子。実はインフルエンサーだったアルト。その頭の良さで嫁いびりの写真をわざと身元がわかるよう SNS に上げたらしい。頭のいい天才息子のおかげで姑を成敗できすっきりした私。今は家族でのびのび楽しく過ごしている。春だよ。なりです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。最近成田じゃなくてナリって呼ばれることが多いよね。気がついた？当たり前なのよさ。僕は結構気に入ってるんだけど、みんなはどうかな？よかったらコメント欄で感想を教えてね。グッドボタンも押してくれたらとっても嬉しいな。チャンネル登録とベルマークの通知のオンで、これからも応援よろしくお願いします。それじゃまたね。私はどっちも好きなのよさ。照れるな。